こんにちは、みなんとろです。お元気ですか？今日は、ここにある通りね、私がiPad mini 6をお絵かきしようソフトというか、機械として買ったことについてお話ししたいと思います。ペンタブレットを持っている以外になぜこれを買ったのかですとか、私は前は iPad Pro 2017年製のものを使っていたんですけれども、そこからなぜ iPad mini にこんな小さいサイズに変えたのか、何かメリットとかデメリットはないのかとか、あとツール、アクセサリーとかね、何を使ってるかとか、いろいろお話ししていきたいと思います。まず紹介したいのはですね、これ、どんなアクセサリーを使ってるかですけど、私が買ったのは、まず iPad mini でね。はい。まあこれは普通に、パープルを買いました。これは好みです。で、確か200何ギガのを買いました。それと、入れ物としては、こちらの、2000円ぐらいの純正じゃないものを買いました。これもね、ちょっとこだわりがいろいろあります。後ほどちょっと詳しく紹介します。で、ここにね、アンチグレアの、かつ、ペーパーライクのフィルムあります。で、あと iPad の必需品。絵を描くならこれは絶対必要です。Apple Pencil 第2世代ですね。これを買いました。で、一つ一つ紹介しますと、ケースはいろいろこだわりがあって、軽くて、かつ、機能性があるものを選びました。なんか純正の Apple のやつだとさ、値段も結構するし、これは純正の4000円のものより、半分ぐらいの2000円で買ったんですけど、概要欄にリンク貼っておきます。もし気になる方いらっしゃれば。ここのピロピロがないんですよね。これがないと、カバンの中とか持ち歩いた時に離れていってしまうということがあるので、これはね、絶対必需品です。で、もう一つ気にしなきゃいけないことは、ここ、蓋がマグネット製になってるっていうことですね。ここはマグネットついてるんですけれども、たまにケースでついてないのもあるんですよね。布製ですとか、こういったプラスチック製ですとか、そういったものは、うまくね、この閉じた時に、電源が勝手にオフになったりしないので、充電がどんどん減っていくと思います。なので、はい、マグネット付きを強くおすすめします。で、あと閉じる時も楽だしね。で、これがなぜこんな大事かっていうと、そのさっきのペンのホールドもお話ししましたが、もう一つあって、検討してる人はご存知だと思うんですが、これでつけると充電できるじゃないですか。つまり充電をできるっていうことは、つけていると充電しっぱなしで電池が減るということなんですね。今ちょっと 100% ですけど、で、ずっとつけっぱなしにしているともう電池の消耗がすごいので、私はね、これを裏技を使って充電をむやみにしないことにしています。ここでさ、ちょっと見えるかな？ここの平べったくなっているところが、充電する場所なんですけど、これをこうじゃではなくて、貼り付けると充電しちゃうから、逆にして、もうこれでホールドするんです。こうすることで持ち運んでいても充電しないし、でも一体化して持ち歩けるっていうね。もう一石二鳥なんですよ。このピロピロがあるかないかでとても大事なことが変わるんです。買う人なら検討してほしい。こういうケースを買った方がいいとは思います。色もね、私が買ったやつはパープルはなかったんですけど次に好きな緑系を買いました。ペンはね、もうみんな知ってるからいいよね。こちらは、Amazon で私は買いましたね。もちろん Apple Store で買ってもいいと思うんですけど、たまたま Amazon で私が買った時は、ウィンターセールかなをしていました。セールの時ね、2000円も安くなったんですよ。すごくないですか？ぜひ、純正の Apple Store から発送されてる Amazon の販売されていた Apple Pen なんですけど、できればね、ポイントもつくし、Amazon で買った方がいいんじゃないかなーって思いました。もうぜひ検討いただくといいかなと思います。急いでない方は、セールを狙ったらもしかしたらプライムセールとかで安くなるかもしれないですね。絵を描く上で大事なところであるペーパーライクフィルムなんですけど、私が買ったところは、概要欄に貼っておきます。PC フィルター専門工房さんの
iPad mini 6保護フィルム。紙のような書き心地ってやつですね。せっかくなんで、こうやって書くんですけど、なんか書いた時サラサラすると思って。なんだろう。この私はペンタブレットのもうフィルターがついている、ペンタブを持ってるんですけど、それと比べてすごいこのザラザラしてるんで、ね、ちょっとヤスリみたいだと思った、正直。でも、だんだん使っているうちに、この引っかかりがね、ちょうどいいかもしれないって思うようになってきました。ちゃんと止まれるところで止まれるって感じですね。いいと思います。うん、これはおすすめかもしれない。あまりペーパーライクフィルムのやつが見つけられなくて、私は。と思ったんですけど。あと、ペーパーライクフィルムでよく言われるのは、なんか色がちょっと違くなっちゃうんじゃないみたいな。鮮やかな色じゃなくなっちゃうけどいいのみたいな。コメントたまにレビューであったりしますけど、私は全然気になりません。というか、アンチグレアだし、こっちの方が書きやすいです。絶対。何かしらペーパーライクのフィルムを買った方がいいと思います。なんで私が、iPad mini にしたかっていうところ、なぜiPad Pro を今まで使っていて、すごい大きくて書きやすかったのに、この iPad mini にしたかっていうとですね、サイズがちょうど良かったっていうところが大きいです。絵描く人でもしかしたら、ねえ、絵だけにしか使えませんっていう人いたら、もっと別の選択肢あるかもしれないんですけど、私は本も読みます。本とか、あとたまに勉強するときに、使いますね。ですので、持ち運び性はすごく大事です。あと、iPad Pro はすごく重くてなんか旅行の時とか一応持って行ってはいたんですけど、重すぎても毎回持ち歩くの苦痛でした、正直。もう、重いし、旅行とかもね、ちょっと大きすぎて、ノートパソコンよりは小さいけどさ、それでも重いんですよ。持ち運べる気軽さの重さではないっていうところです。この iPad mini だとね、ボディバッグに入るのがとてもいいです。私が持っていたのは 10.5 インチの iPad Pro でしたが、それだと微妙に入らないんですね。中型ぐらいのリュック、中型って言っても小リュックよりはちょっと大きいぐらいで、もう十分入るんですけど、それでも重い。もうとりあえずね、機動力はね、落ちたと思います。外で絵描く人ってあんまりいないかもしれないですね。私も正直、絵は外で描きません。描いてもどっかに旅行して、その夜に描くとか、強いて言うならですね。はい。別に、電車内で私は描く人じゃないですし、描く人もいるのかな、最近は。見たことはないけど、そういう人もいるかもしれませんね。もう、道で描くなら絶対、機動力を大事にした方がいいと思います。あと、純粋に絵の話じゃないけど、本が読みやすい。このサイズは本当に。コミックの A4 サイズ、1ページのサイズまん丸なので、もう拡大すればいいし、読んでも。動画とかも見てもそんなに小さいと思わないです。てか今までが大きすぎたなって感じ。iPad Pro を持っているなら、ノートパソコンいらないんじゃないっていう感じですね。どっちか一つにしてればいいと思います。ノートパソコンでバッテリーが持つものを持っているなら、そっちを持った方が、機能性としても上だし、ノートパソコンと iPad mini 6、大きいものは、私のケースなんですけれども、ペンタブ、液タブを使うとか、そういった使い分けをした方がいいと思います。もう一つ大きな理由がね、もともと私は大きいものとして、液タブを持っていたのがとても大きいです。液タブ、ちょっとお見せします。はい、こちらが、私の愛しの液タブレットさんです。もう液タブレットさんは本当に便利で、気軽さこそ、それこそiPad mini に比べたらもう全然ないんですけど、iPad mini はさ、もう、すぐ電源つけれるし、すぐ小さいから手元に持ってるし、書けるっていうのがあるけど、大きい時は iPad ではなく、液タブで書くということをよくしています。もう大きいものを買ったら大体品があるので、持っている意味ないじゃんと思っていました。はい。実際ね、私 iPad mini 6に変えて絵を描く頻度っていうのはかなり上がりました。
落書きとかもさっともう電源つけて、もうこうやってね、書いちゃうことができるし、いいと思いました。ちょっとこれはラフですけど。はい。一応、真っ白な画面出すよりは何か出そうかなと、今思いました。で、こういう人には向いてないかもっていうのも実際あります。例えばですね、メモ書きは紙派。例えばこういったラフとか、何かしら、例えばゲームをしていたりして、なんかこのシーン、絵に描きたいな、みたいなことあると思うんですね。でも、私はそういった時こういう iPad のプロクリエイトを使ってさっと書くんですけど、もう紙で書いてる人いるなら、これはもういらないと思います。はい。まあ、手元でね、布団で寝る時に書くとか、そういう人は、買った方がいいです。持ち運ぶ予定もない人はちょっと微妙ですね。こちらはまあケースによるとは思うんですけれども、持ち運んで、絵描く以外でもね、すごい iPad mini 便利だから、買ったらね、実際ゲームしたりとかするんじゃないかなと思います。まあでも強いて言うのであれば、絵を描くためだけに iPad mini を買うのではなくて、まあいろいろ液タブレットを買うですとか、板タブを買うですとか、まあ他、もう画材を買ってしまうっていう選択肢もいろいろあるわけで、なぜこの高いね、ものを選ぶかっていうのはね、さっと描ける気軽さが大きいと思います。なので、外で描く予定がないですとか、そういう場合はもういらないのかもしれない。逆にこういう人に向いてるっていうのは、先ほど申し上げた通り、寝ながらでも描きたい人。そして、何か思いついた時にすぐ描けるデバイスが欲しい。そういう人、特におすすめしたいです。iPad は本当に重くて。もうこれはすごい軽いんですよ。前は iPad Pro 両手で支えないと無理だったし、ゲームをしてる時なんかもちょっとね、真ん中繋がんなかった。真ん中の手が届かない時とかたまにありましたね。これはもうちょうどいいです。特に女性の方はね、このサイズがいいと思います。まあ実際一番いいのは店舗に行って、どのくらいのサイズ感かな、本当にいい感じに描けるかなっていうのは試していただいた方が良いと思います。まあ、もしそういった環境がちょっとなくて難しいという場合はね、こういったレビューを、参考にして、購入の検討の一つとなれば、私としても嬉しいです。一つ言い忘れたことがありました。私は iPad mini の容量を64ではなくて256にしてるんですけど、その一つの理由はですね、絵を描くこと自体はそんなに容量は食べないと思うんですけど、私は動画の制作もしているので、まあそういった編集もするってなると、ちょっと大きい容量の方が安心かなと思いました。まあ絵を描くから大きい容量にしようっていうことは、ラフをね、すごく貯める人でない限りは、容量少なくて大丈夫だと思います。まあでもね、ゲームをしながら絵も描きたいとか考えてる人であれば、多分64ギガだと、まあゲームの方がね、容量大きいと思うので、そういったことを考えるようであれば、64だと足りないと思います。例えば、クリップスタジオペイントだと、確かですね、クラウド上にデータを保存できるらしいので、そういったものを利用する場合、かつ、お絵かきをですね、することがメインで、まあ、あとは例えば本読んだり、本もね、そんなに画像だからデータは大きくないとは思うんですけど、そういったものが中心で、あとはほとんどやる予定ないっていう方であれば、まあ、あとはね、動画を見るとかしかしませんよっていう方であれば、64でいいのかなと思います。はい、以上が私がなぜ、iPad Pro から iPad mini 6に変更したのかっていうところと、いいところ、悪いところ、そして何を使っているか、実際にどういう風に書いているのかっていうことを紹介しました。アプリで言えばね、クリップスタジオペイントが結構有名だと思うんですけど、私が今使っているプロクリエイトとか、無料の場合は IBIS とかいろいろあると思います。もしiPad mini 購入したっていう方、購入したいと思っている方いれば、もしこの動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。また、バイバイ。